界最大級の銀行が静かにインド株を全部売ったのだ。その代わりに買ったのは金と現金なのだ。これかなりヤバいサインなのだ。HSBC といえば資産数100兆円を動かす超富裕層向け銀行ですよね。その期間がいきなり売り転換って何かまずいことが起きているんですか？今日は3つのことがわかる動画なのだ。1つ目、HSBC がなぜコンインド株を売り金を買ったのか。2つ目、その判断の根拠になっているホルムズ海峡の恐ろしい現実。3つ目、これが日本の NISA や食卓にどう直撃するのか。最後まで見ればプロの資産家と同じ視点でこのリスクが読めるようになるのだ。まず背景から整理するのだ。HSBC プライベートバンクというのは億単位の資産を持つ超富裕層を対象にした資産運用部門なのだ。その HSBC が今週新興アジア株全体を格下げし、特にインドへの投資比率を大幅に削減したとブルームバーグが報じたのだ。代わりに増やしたのは金、現金、そしてヘッジファンドの3つなのだ。インドって最近ずっと成長株として注目されてましたよね。それを大手がここで売るというのは単純に利益確定ではなく、もっと大きなリスクを見ているということですか？そうなのだ。利確じゃなくてリスク回避なのだ。その理由がイラン戦争リスクと原油価格ショックなのだ。今ホルムズ海峡は米軍による実質的な封鎖状態に置かれていて、ゴールドマン・サックスによると海峡を通る石油は通常の約 10%、日量210万バレルしか流れていないのだ。通常は2100万バレルだから文字通り10分の1に激減しているのだ。10分の1って、それ例えるとどのくらいの規模の話なんですか？なかなかピンとこなくて。わかりやすく言うと、東京都の水道を10本の蛇口で供給していたのに突然1本しか使えなくなった状態なのだ。それも世界の石油輸送の要衝でこれが起きているのだ。IEA 国際エネルギー機関も今週の報告書でホルムズ海峡の流れを再開させることがエネルギー供給と世界経済への圧力を和らげる唯一の変数だとはっきり明言しているのだ。蛇口の例えはわかりやすかったです。ただ、ちょっと待って、なぜその話がインドと結びつくんですか？インドって中東から遠くないですか？実は距離よりも経済的なつながりが問題なのだ。インドはホルムズ海峡から輸入する石油への依存度が非常に高く、原油価格が跳ね上がると製造コストが直撃するのだ。さらに重要なのが新興国株式というカテゴリーの特性なのだ。リスクが高まると、プロの投資家は新興国から先進国の安全資産へ一斉に資金を逃がすリスクオフという動きをするのだ。インドはそのターゲットになりやすいのだ。つまり HSBC は次のリスクオフが来る前に先に逃げるという判断をしたわけですね。でも逆に言えばまだ起きていないリスクに備えているだけで実際には大丈夫な可能性もありますよね。それはとても鋭い見方なのだ。実際4月15日時点では外交交渉の進展もあって原油価格は下落傾向にあるのだ。米クルード原油先物は 90.4 ドル、ブレント原油は 94.47 ドルまで下がっているのだ。米国とイランが第2回交渉をパキスタンのイスラマバードで検討しているという報道も出て、一時的に楽観論が広がっているのだ。でもここが重要なのだ。HSBC が売ったのは外交が成功する前なのだ。しかもブルームバーグのインタビューでは専門家がホルムズ交渉の最大の障壁はイランの核問題と制裁の扱いだと指摘していて、 BBC も NYT も停戦は極めて脆弱と報じているのだ。 NYT によるとレバノンでは米国とイランの停戦中にもイスラエルとヒズボラの戦闘が続いているのだ。つまりプロは楽観論が演じられている今こそ静かに撤退しているのだ。楽観論の裏で撤退、それって王道と実態が乖離しているということですよね。私、メディアの楽観報道を見てホッとしてたんですが、プロは全然違う動き方をしていたんですね。ここまでのポイントを簡単に確認するのだ。HSBC はイラン戦争リスクを見てインド株などの新興国株を売り、金と現金に移したホルムズ海峡は通常の 10% しか機能していない。外交交渉中でも戦闘は続いており、プロはその不安定さをリスクとして数値化しているのだ。ここからが本番で、これが日本の家計にどう届くかを具体的に見ていくのだ。日本への影響を3つの経路で見ていくのだ。まず1つ目、食費への直撃なのだ。日本が輸入する小麦、大豆、トウモロコシは輸送コストが原油価格に連動しているのだ。ホルムズ封鎖が続いて原油が100ドルを超えると、輸入小麦の価格が最大 15% 上昇し、食パン1斤が200円台後半から300円を超える計算になるのだ。スーパーで地味に値札を見直す作業が今年の秋に来る可能性があるのだ。食費ですか。正直、ガソリンや電気代よりも食費の値上がりの方が毎日実感しやすいですよね。特に子供がいる家庭だと、給食費やお弁当代まで連鎖してくる話ですし。
2つ目の経路はキャリアへの影響なのだ。実はあまり語られないのだが、ホルムズ機器は日本の製造業の雇用に直結するのだ。自動車、電気、化学など日本の輸出主力産業は原材料を輸入原油に依存しているのだ。原油が100ドルを超えて高止まりすると、製造コストが上がって利益率が圧縮される。その結果、賃上げ余地が縮小する。せっかく今年春闘で 5% 超の賃上げが実現したのに、それをインフレが食いつぶす構図になるのだ。ちょっと待ってください。私、一つ反論したいんですが、HSBC みたいな超富裕層向けの銀行が動いたとして、それって一般の日本人が真似できる話なんですか？金を買えと言われても、普通のサラリーマンには敷居が高くないですか？実はそれ、すごく重要な指摘なのだ。HSBC の判断を個人投資家レベルに翻訳すると何が見えるか、僕の見立てを言うのだ。まず金は今や純金積み立てなら月1000円から買えるのだ。SBI 証券や楽天証券でも取り扱っている。NISA の成長投資枠で金 ETF を購入することも可能なのだ。これは富裕層専用の話じゃないのだ。ただ僕が正直に言うと、個人がプロと同じ動きをしようとすること自体、タイミングを外すリスクがある、とも思っているのだ。3つ目の経路はデジタル生活への影響なのだ。意外に思うかもしれないが、スマートフォンや PC のサブスクリプション費用も間接的に影響を受けるのだ。Apple、Google、マイクロソフトのクラウドサービスは米国のデータセンターを使っていて、そのデータセンターの電力コストは原油価格と連動しているのだ。実際2022年の原油高騰時、AWS も Google も値上げを実施した前例があるのだ。Netflix、Spotify、Amazon プライムを合わせると月5000円超。そこに20% の値上げが来たら年間で6000、1万2000円のコスト増なのだ。冒頭で HSBC が静かにインド株を売って金を買ったと言ったのだ。その判断の裏にあったのは、停戦交渉が報じられるたびに楽観論が広がるが、実際には戦闘が続き、海峡は 10% しか機能していないという構造的な問題だったのだ。そしてその影響は、遠い中東の話ではなく、あなたの食卓と給料袋と毎月のサブスク代に静かに侵食しているのだ。今日覚えてほしい数字は一つだけなのだ。10% なのだ。世界の石油輸送の要衝で、通常の 10% しか石油が流れていない。これが正常化するかどうかで、あなたの食費もサブスク代も賃金も、全部の答えが変わるのだ。HSBC というプロが動いた理由はそこにあるのだ。外交交渉が楽観的に報じられるたびに原油が下がるが、チャンネルニュースアジアによると今もタンカーが封鎖されながら動いているのだ。僕の読みを正直に言うと、向こう2ヶ月は停戦と戦闘が交互に繰り返される不安定な状態が続き、その間は原油の乱高下が続くと思っているのだ。先輩はこれ、1ヶ月後どうなると思いますか？米国とイランが第2回交渉に進んだとして、ホルムズが正常化する可能性は何割くらいあると見ていますか？私なりにも予想して、1ヶ月後に答え合わせしたいんですよね。いい提案なのだ。正直な確率で言うと、1ヶ月以内の完全正常化は3割程度だと僕は思っているのだ。核問題と制裁の解除が絡むから、交渉は長引くのだ。でも部分的な通行再開なら5割以上ある。コメント欄で、あなたはどう思うか、正常化する、か、しない、か一言だけでいいから教えてほしいのだ。1ヶ月後に答え合わせをするのだ。毎週水曜日はテック最前線として、今日みたいに金融とテクノロジーと地政学が交差するニュースを深掘りしているのだ。来週もテック最前線でお届けするのだ。このチャンネルでは毎日海外ニュースを解説しているのだ。チャンネル登録と高評価で応援してほしいのだ。気になったことはコメントで教えてほしいのだ。それではまた明日なのだ。